しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々。トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。森田京之介です。さあ、放送部でも恒例になってきました中継企画、今日はここモビリティリゾートもてぎからお送りしてまいります。スーパー耐久富士24時間都市対抗野球と我々生中継が続きましたけれども、今回は明日開幕のスーパー耐久第5戦もてぎ大会を前にですね、来週開催されるウェック富士を控えたトヨタガズーレーシングチームのドライバーがこのもてぎに来て、ルーキーレーシングチームと対戦するという企画があるということで、急遽特別生番組を放送させていただくことになりました。今回もですね、私一人ですとちょっと心細いところがありますので、助っ人にお越しいただきました。レース実況の第一人者ピエール北川さんです。よろしくお願いします。どうも森田さん、はじめまして、よろしくお願いします。トヨタイムズをご覧の皆さん、はじめまして、レース実況アナウンサーのピエール北川でございます。今回は、レース対決の実況ということで、私前職時代に、馬のレースは実況したことあるんですけど、競馬ですね。そうです、あるんですけど、ちょっと車のレース実況やったことがなくてですね。なるほど。今回はちょっとそれもピエールさんに学ばせていただきたく思っておりますので。でもなんか今聞いてるとちょっと震える豪華企画ですね。そうなんですよ。驚きの企画ということで、そのあたりも説明してまいりますけども、ぜひとも今日はピエールさんの実況にもご注目ください。ぜひ。さあ、そしてもう一人助っ人がいらっしゃいます。一足先にピットに行ってくれているのが、トヨタガズーレーシングのイベントですとか、ウェックのルマン24時間レースの配信でもおなじみ、モータースポーツ MC の伊沢エイミーさんです。呼んでみましょう。45番ピットの伊沢さん。伊沢さん。トヨタイムズご覧の皆さん、はじめまして、伊沢エイミーです。私は今ですね、なんと32号車ルーキーレーシング水素カローラのピットの中にいます。でね、この今の時間帯のこのアングルでのピット内の様子っていうのは本当にレアな映像でして、なぜかというとこの金曜日のフリー走行の、あとはですね、もう土日に向けてメンテナンスっていうね、もう本当真剣勝負のメンテナンスに入る時間でも32号車ちょうど水素ステーションの方から戻ってきた、この瞬間を今お届けできてる私、ちょっと感激です。でね、ウェックドライバーの方々裏でもスタンバイしてるので、どんな楽しいバトルが見れるのか楽しみにしたいと思います。では森田さんにお返しします。ということで、エイミーさんもテンション高く、すごいですね。なんか臨場感伝わってきますね。後ろに水素エンジンカローラありましたから、本当に楽しみになってきました。さあ、まず今回行われる対決企画の中身について最初に紹介したいと思います。今回の対決はこちら、ウェックドライバー対ルーキーレーシングドライバーということで2つの企画がございます。詳しいルール説明というのは後ほど、それぞれ説明しますけれども、1つ目の対決というのは水素エンジンタイムアタック対決。ウェック7号車から1人、8号車1人がそれぞれ水素エンジンの32号車に乗って森蔵選手とのラップタイムを競うというもの。森蔵選手、そうです、トヨタの豊田章男社長でございますそして2つ目は、3チームによるタイムアタック対決ガチンコです。ウェック7号車、8号車からそれぞれ2名、そしてルーキーレーシングからも2名の2名 ×3 チームによるチーム戦、1位から3位まで順位が決まるという企画です。でこちらの車についてなんですが、水素エンジン車1台しかなくてですね、しかもこれ本番レースを控えている前ということでもありますので、今回は GRMN ヤリスを3台使用して行われる対決ということになっております。ガチでやってもらいましょう。さあ、そしてですね、じゃあそもそもなんでこんな対決企画が生まれたのか気になりますよね。ということで、その経緯についてこの方に話を聞いてます。ご覧ください。やっぱりね、モータースポーツっていうのはまずファンじゃないかなと思うんですよ。それで今ね、そのウェックドライバーね、というとルマンとか世界選手権を転戦してます。でルーキーレーシングは国内のね、いろんなカテゴリー、そうするとカテゴリーごとにね、皆さんファンも分かれちゃうしね。それでそこの交流ってドライバー自身はいろんなレースに出るとありますけどね、そこが一般の方々にも分かる形で競争するってね、コンテンツであるようであんまりないんですよね。ですからその世界のドライバーが同じ車でこのスーパー耐久に出てるドライバーたちと競争したらどのくらいなのっていうのはね、面白くありませんかね。
だからぜひそれをGR に行ったところね、面白いですね。で一番乗ってきたのはね、そこの代表の小林カムイさんですよだから小林カムイさんがそこにね同意いただいたんで、今回この企画ができるというふうに思います。ただですね、その同じ車でとおっしゃいました。その車が、水素エンジンカローラはいはいはい、ということで、ここもまた一つの見どころかなと思うんです見どころですね水素エンジンカローラというのは今回も私森蔵が運転している車です。この間24時間レースが富士でありましたけれども、そこで世界選手権で出てるラトバル選手がなんと私とガチでチーム戦なんですが、我々2人は個人タイトル戦がありまして、なんと予選でなんとこの森蔵が勝ったんですですから今回ウェックドライバーたちもね、表向きはね水素エンジン乗りますよってなりますけど、今日とか明日の午前中、私はこうやって練習をしながらね、タイムは計測してますから、それと比べていただいて、ね、プロの技、森蔵の実力、これを比べるのも裏番組としては面白いんじゃないかなというふうに思いますね。WRC の次はウェックドライバーに今度はそうです、そうです、対決というかね、俺たちプロだと思ってる方々はまあプライドは持ってもらっていいんですけどね、OEM の社長、車好きなんだってね、まあ楽しんでたらってな程度なんですよね。で趣味でやってんでしょね。だからそれが実際に同じ車で同じ場所にやるとちょっと態度が変わるんですよ、ちょっとね。だからその態度の変わりを見ることぐらい私のストレス解消にさせてくれませんかね。いや大変楽しみですけれども、はい、実際もう今日ここで茂木で水素エンジンカローラ乗られましたけど、はい、いかがでしたか？いや僕茂木ってあんまりね走ったことないんですよね。ないんですが、私のアドバンテージはこうやって今日も走ってます。しかも何周も走ってますね。彼らプロで世界選手権出てる人たちですから、1回のトライアルでは取れます。だからね、さすがに1回の世界レベルのプロとね、何度か走ってる私とどうかなってとこですよね。いい勝負になるんじゃない？いや、それはやってみなきゃ分からない。負ける気は？私はしてませんね楽しみにしております。それでこちらがね、森蔵が勝った時の、今度富士で来るじゃないですか、メンバーが。その時の僕への挨拶の仕方の変化なんかもね、ぜひトヨタイムズでね撮影いただいて、こんなに謙虚になったんだという姿を見せてもらいたいなといやー、いかがでしたか？いや、なんかもうちょっといたずらっ子みたいななんか顔つきになってて、なんか可愛かったですね。挑戦状をこう叩きつけてるみたいな。しかもこれ勝つ気満々ですよ。満々でしたね。ウェックのドライバー、本当世界トップレベルのドライバーが来て対決するということですから、若干私心配です。とんでもない世界がちょっと目の前で繰り広げられるんじゃないかなと思います。ではですね、対決に先立ちまして、ルーキーレーシングとウェックチームのドライバーをご紹介したいと思います。こちらでございます。まずはルーキーレーシング32号車水素エンジンカローラチームおなじみの、トヨタ自動車の社長森蔵選手、そしてクラッチメーカーの社長小倉選手、そして2人の社長に運転を教える佐々木選手は車も食事も自分好みに変えちゃう何でもカスタマイズ王子なんて毎回我々紹介させていただいております。さらに石浦選手は41歳ながらチーム最年少ドライバーということで、この4人の中からこの今黄色い枠で囲われている2人ですね、2レース目のチーム戦に佐々木選手と石浦選手が参加予定ですと言っている間に、なんと隣にはご本人ですよ。石浦ドライバー登場ということで、最年少の、よろしくお願いします。
まずこの企画聞いた時どう思いました？いやもう誰が考えたんだろうっていうねこんな対決今までレース界で見たことあります？ないですないですよね。はいスーパー耐久の現場にどんなドライバー連れてきちゃってるんだっていう世界の有名なドライバーたちがワールドチャンピオンとかルマンのチャンピオンですからね。元ルマンウィナーがいっぱいいますし、そうです7人揃ってるってことですよね、本当ですよね中島さん含めてとんでね、もないとんでもないフィールドになってますこの辺り。そうなんですよ。でも僕らも負けられないんで、そうですよねこ。れはもう意地がありますから、国内ドライバーの負けるのは、負けるのはてか勝つのはやっぱりね我々ですよ。我々ラッキーレーシング。いいですはね。負けは大嫌いだと聞いておりますので、そうですね。負けるとですね、今日晩ご飯の肉の質が変わるって森蔵さんから聞いてますので、生々しいですね話が。まあ本当なんでしょうね。本当なんだと思う。でしょうねはい。と思いますので、ぜひとも頑張ってください。頑張りたいと思います。プロのためにも、お願いしますはい、頑張ありがってくださいとうございます。さあ、そしてベックドライバーの紹介もここでさせていただきましょうか。お願いします7号車はこちら、マイク・コンウェイ選手とチーム代表も兼ねている小林カムイ選手、ホセマリア・ロペス選手の3人です。最初のタイムアタック対決にコンウェイ選手が出まして、チーム対決にはロペス選手とカムイ選手が出ます。そして8号車の方、セバスチャン・ブエミ選手、ブレンドン・ハートレイ選手、そしてスーパーフォーメラに参戦中の平川亮選手の3人ですね。こちらタイムアタック対決にブエミ選手、チーム戦にはハートレイ選手と平川選手が参加予定ですと言ってる間に、隣には小林カムイ選手、ようこそようこそよろしくお願いします。よろしくお願いしますよろしくお願いします。とんでもない企画にいらっしゃいましたね。いやとんでもない企画っていうんですけど、これ企画が始まったのが先週、はい。GT の富士大会にちょっと僕、行かせていただきまして、はい。まあ、その時に、社長に、ぜひこのウェックドライバーに水素の車の体験をしていただきたくて、茂木に行かせていただきますと、ご報告をはいさせていただいた時に、それなら何かしようよっていうところから今に至ってあ、じゃあ言い出しっぺってことじゃないですか、カムイさんがまた。いや社長が何かしようよっていうことから始まったんですけど、まあまあでも今ここに立たれてね、そうカメラにねやっぱこうテイクされた瞬間にちょっと若干困った顔をされてらっしゃったように見えましたからね。すみません、皆さんにご迷惑をおかけしたなと思っております。まあだから水素エンジンの火付け役も小林カムイさんでしたけど、今回も小林カムイさんがある意味火をつけた。はい、そうなります。ただ、えやっぱり目標はもちろんタイムアタック、今までこのウェックドライバーとルーキードライバーが交わることっていうのは非常に機会として少なかったんですけども、3年ぶりのウェックが富士スピードウェイで、来週に、あるんですけども、まあ、そこに向けて、こういうタイミングを使って、交流できる、そしてこういうタイムアタックという形で、交流できるっていうのは非常に僕らにとっては恵まれた、タイミングだなと思うし、僕はどっちなんだっていうところも若干あるんですけども確かにすごく複雑です。なるほど。ちなみにカムイ選手ね、先ほど本当にほやほや空港からね、車が出るそうなんで、ごめんなさい、ちょっとじゃあ会話ちょっと中です。我々もう生本当に中継でございますね。生なんで、はいもうリアルに今動いてるっていう感じがしますね。空港から到着されたばかりの、はいウェック外国人ドライバーの方々と、はいちょっと触れ合ってどうですか、気分としては。なんかやっぱウェックのもう1週間前ではあるじゃないですか、はい気持ちとしてはどういう感じで茂木に来てくださってるんでしょうか。まず彼らはここに来るまで何が行われるか全く情報が入ってません。ノーインフォメーションノーインフォメーションでとりあえずここまで連れてきました。で連れてきてシャワーだけ入らして読んで、今日はこういうことをするからって言った瞬間に、俺は3周しか走れないんだなとおいおい俺サーキット知らねえよって言ったら、今このサーキットにまで上がってくる道ずっとオンボードカメラ見てました。なるほどね。直前の詰め込み勉強ですね。はいそういうことです真面目なんですね。ね一夜漬けよりももうさらに短い時間なのでその詰め込んだオンボードカメラが空回りせずに1コーナーちゃんと右だよ左じゃないよまずいな。詰め込んでこの間違ったら大変なことになるんで、とはいいうことを言ってます。いろいろと心配事がちょっと増えてまいりましたが。すごい心配です。冷や汗状態とりあえずいろいろ話を聞く中で、今回の企画やべえなとは思いましたね。やばいです。はいやばい鳥肌です。はいということで、はいカムイさん頑張ってください。はい頑張ります。精一杯走ってちょっとね、はい皆さんで盛り上げてください。よろしくお願いします。ベックの盛り上がりにもねつながるということで確かに確かにそうですよね。はい。僕らは本番は来週なんです。なのでここで、はいまずはおそらくですけどそんな甘くないと思います。だっていや本当に社長めちゃめちゃ早いんですよ、森蔵さんが。そこをちょっといろいろな方にも本当に解説を。さっきも、
2分17秒3って出てたんですよ。はい。17秒 3？ はい。これはちょっとすごいタイムなんですよ。ちょっとねちょっとねそのあたり後で丁寧にちょっとね、紹介させていただきます。そうなんですよ。いいんですか。はい。そしたらあんまり触れずにしときます。しっかりと僕がちょっとフライングしたみたいになってるんで。すいません。大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございますじゃあちょっと準備に取り掛かってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この後のちょっとチーム代表の気苦労が心配でございます。複雑な思いがねいろいろ来ましたけれども、はいこの対決がいろいろ始まる前にですね、はい今回レース実況の第一人者いやいやいや北川さんに来ていただきましたと、はいで先ほどちょっとお伝えしたように私競馬実況はあるけど、レース実況はない。レース実況ってどうやってやってるのかなというちょっとプロの極意なんかもせっかくなんでもう恐縮でございます。この機会にねぜひレース始まる前に教えていただきたい教えていただきたいなと思います、はいフリップご用意しました、エイミーさんお願いしますじゃあじゃん。ポイントとしてはこの3つを挙げて説明していきたいと思うんですけど、まずそうですね1つ目からいきましょう、はい。こんなに違う場内実況とテレビ実況、はい、まあ、今ちょうど皆さんね、画面を見てテレビでこう雰囲気としてはねレースをこれからまあ見ようかっていう方だと思うんですけれども、テレビ中継は基本的に例えばトップ争いだとか、はい面白いところを常にこうね映し続けてくれるんで、まあ、内容的には場内放送よりもどちらかというと解説の方がどう説明してくださるかとか、その背景にはこんなことあるんだなっていうことを、まあ、伝えてくれると思うんですけど、場内実況ってテレビじゃないんで、お客さん席に座ってて目の前ピューンとレーシングカー行っちゃうとだいたい1分や2分は帰ってこないんですよ。なるほど、ですのでその1分2分をどういうふうに今このコースの中でこんな情景でこんなレースでこんなふうに今争いがっていうのを、まあ、こう頭の中でちょっとなんか画像が出てくるような、はいそんなイメージを掴んでもらうような実況をとにかくもうまあブワーっと言葉をずっとつなげてるっていう感じですよね。なるほど、はいまさにだから目の前で起きてることもそうだし、うん見えないところもそうなんですモニターとかを見ながらはい喋っていると、だから結構何々コーナーで何番と何番の車が今こんなような感じで走ってますみたいな感じのワードが常に出てくる感じですよね。はいなるほど。そして2つ目いきましょうか、はい職人技を支える道具の数々、やっぱりね、はこういう職人芸ということはなんか道具があるはいずと。やいやいや、まあ、大した道具ではないんですけど、はい最近はね逆にあんまり使わなくなってきたんですけど、やっぱ双眼鏡ですよね。こういう知らなかった。はい、これはマイ双眼鏡。だからるんですね。自分の目で見てるってことですね。そうですね。競馬実況もそうですなんか使われるって聞きましたけど、そうなんです、一緒です。なので、例えば私たちついにこのモテギですよね、モビリティリゾートモテギの場合はグランドスタンドのガラス張りのところが実は放送席で、はいそこからこうやって見ながらピットで今何号車がどんな作業してるかっていうのも生で見ながら実況してる丸見えなんですか。丸見えです。はい。で、あとはまあよくあるねストップウォッチですよね。本当に我々まあ基本的にこういうストップウォッチで、はい例えば何番手と何番手の差が今何秒で、次の周回戻ってきた何番手と何番手の差は何秒に縮まったとか、そういうのをこう細かく測りながら、まあ数字をいろいろ言葉にしていくとお客さんもイメージ湧きやすいので、なるほど、はい、そんな感じでやってますね。そして最後ですね、見えてる景色は一歩先、うん磨き上げたセンサーがファンの心を動かす、なんかかっこいいこと書いてありますよ。いやいやいや、まあこれは我々が使っているのが例えば掲示モニターというねいろんなタイムが出てくるようなモニター画面があるんですけど、そこで例えば色が変わって最速タイムを出してるとか、あるいは自己ベストのタイムを出してるかっていうのはそういうのは見えるんですね。なのでお客さんはそういうの見えませんから、まあ、先々をそういうのを教えてあげて、今はこの車が赤丸急上昇で注目しておくと面白いことになりますよみたいなものを常に提供して、一歩先二歩先をこうなりそうだぞっていうのを見ていくと、皆さん前のめりでレース楽しんでいただけるんでですね、はい、そんな言葉遣いですかね。実況あってこそという部分ですね。かもしれない。はいでもねピット内の作業してる皆さんも、はいピエールさんの雄たけびをセンサーとしてはいレースを見てる言いますね、言いますね。パターンがありそうます。はいおーっとっていうのが結構ね、センサーでみんな、はい、なんかあったぞみたいな、そんな感じで思ってくれるらしもいうです。名物ですね。ありがとうございます。ということで、ぜひとも今日もはいこのピエールさんのレース実頑張ってい況にもきたいと思います。ご注目いただきたいと思いますよろしく。どうぞ。さあ、そして、ここでちょっと今日レースを行う舞台についてもね、ちょっとまず最初に紹介しておきましょうか。まずはさあ、このモビリティリゾートモテギですね。はい。今ちょうど私たちがいるのがですね、このモビリティリゾートモテギのちょうど星の部分ですね。ここがピットのちょうど部分なんですけども、ここにいるんですが、今日はタイムアタックじゃないですか。はいなのでタイムを出すっていうところを考えると、やっぱりねこのコースブレーキを踏む場所とか結構多いんですね。なのでブレーキを踏む場所で結構奥まで頑張りすぎちゃってブレーキを遅らせちゃうと、そこからはみ出しちゃったりとか。なるほど。あるいはここでコーナーがですねこう細かく連続しているようなところでちょっと頑張りすぎると外にはみ出しちゃうとか、そういうことがあるとタイムが出にくいので、そこを丁寧にどうやって攻略できるかだと思いますね。確かにそのベックドライバーだってさっき初めて走る
ってなるとやっぱそこが難しい、分かんないところもあるから、まず1コーナーが右なのか左なのか、ちょっとそれが心配だっていう話をさっきしてますけど、あともし明日明後日土日でですねこのスーパー耐久楽しまれるんだったら、このコースの中でオーバーテイク、追い抜きがよくあるのはこの90度コーナーとかですね、5コーナーとか、こういうところで横に車が並走して飛び込んでいくっていうのが迫力のシーンが見られますから、じゃあ抜きつ抜かれつはそこで起きやすいと、モビリティリゾート茂木に来た時はそこはチェックしてください。ということでちょっと駆け足で紹介しましたが、ありがとうございました。さあここで、ピエールさんはちょっと実況の準備に向かっていただきたいと思います。私の職場に行ってまいりますんで、いってらっしゃい。はい、よろしくお願いします。どんな対決になるのか楽しみです。よろしくお願いします。いってらっしゃい。ありがとうございます。さあということで、そろそろ一つ目の水素エンジンタイムアタック対決が始まろうとしています。じゃあルールを細かく確認しておきましょうか。こちらです。ウェックの7号車8号車からそれぞれ代表1名が出場して、32号車の水素エンジンカローラに乗ってアウトラップ1周、計測ラップ1周、インラップ1周の計3周を走行。その計測ラップでのタイムと森蔵選手のフリー走行のタイムを比較して勝敗をつけます。対決に参加するドライバーは7号車コンウェイ選手、8号車ブエミ選手と、でこの2人が競うことになります森蔵選手のラップタイムなんですが、はい、そのフリー走行の映像をまずちょっと見てみましょうか。ご覧ください。ぜひ。さあこれね16時ちょっと前だからまだ30分ぐらい前の、はい、ほやほやの映像です。ですね。はい、というのも先ほどの走行からの、先ほどのフリー走行最後の最後で、はい、昨日からの最速タイムを森蔵選手更新しまして、あれ本当だ。我々慌てていろんなデータを書き換えました。書き換えてつなぎ直したんですね。すごい。なんでこの映像も最新でございます。いや、しかも昨日と今日とのコンディションが違うんですよ、全く。はい、今日結構ね、午前中は雨が降ったりとかでウェットコンディションでスタートして、で多分ね走行中に徐々にドライになってきたんだと思うんですけれども、この難しいコンディションの中でさらにタイムを縮めたと。本当にね、これがね、じゃあ果たしてどういうタイムなのかということで、はい、今走りをご覧いただいております。さっきのねちょっとピエールさんからの、茂木のコース紹介というのも意識しながら、だけどやっぱりそのコーナリングブレーキのタイミング、そうですね、ストッパーの方なのでね、タイムの左右してくるわけですから。いやー、これは森蔵選手もちろんね走り込んでいらっしゃいますけど、にしてもこのタイムはなかなか出せないですよ。さっきのインタビューでもありましたけど、僕があまり得意ではないようなそんな表情だったのに、どんどんとタイム更新して、この水素エンジンカローラ、そう水素エンジンカローラね、これ茂木はねデビュー戦なんで今回がそうですね、初めてですね。ってことはね、森蔵選手もそこまで走り込んでるわけでもないですね。いや、ちょっとウェックドライバーのちょっとなんでしょう、肩の荷がだっと重くなったんじゃないでしょうか。だからですね、今もしウェックドライバーがこの映像を見てるとしたら、この映像がどんどんプレッシャーとして、重くのしかかっていくことになるんじゃないかということですね。もしかしたらむしろこれで勉強している可能性すらある。あります。いや、私思ったんです。後でのチーム対抗戦の時にですね、ロペス選手は結構失敗だとかよくやられている方なんで、ひょっとしたらやってきてるんじゃないかなと思ったんですけど、でもここに来ることを今日知らされたっていう話でしたよね。だから車内の映像まであるじゃないですか。本当だ。いやさあということで早速いらっしゃってます。今もう後ろでちょうどカメラが森蔵選手を捉えておりますけれども、振ってくださってる。ありがとうございます。何の打ち合わせもありませんから。すみません。やっぱタイムも出ましたので、タイムも出て表情もね明るいですね。ではここで皆さんが切っているである森蔵選手のタイムをご紹介しましょう。こちらです。こういう感じね。森蔵選手が本当に30分前に記録したここでのタイム2分17秒365。17秒台いきました。そうなんですよ。出ましたか。2分17秒365。昨日の時点から 0.6 秒ほど、本当に縮めて一段とウェックドライバーたちにプレッシャーをかけてという状況です。
もう周回を重ねれば重ねるほども伸びがもうね急上昇こうじゃないんですよ。本当もしこれがね投資案件だったとしたら、はい絶対に投資でしておくべきだった。早めに掴まないとね。掴まないとっていうすごい成長の伸びしろ。私が言うのはあれですけど。さあ、いや本当にですね、この、もう一度言いますね、2分17秒365、これが基準になりますので、ぜひとも、このタイムを頭に入れながら、入れといてください。次のこのタイムアタック対決というのは、ぜひとも見ていただきたいなと思います。217365です。これよりも遅いのか速いのか、それを争う相手はウェックという世界トップレベルのルマンを制した方々。さあということで、いよいよ準備が整ったようですので、実況席ピエール北川さん呼びましょう。ピエールさんよろしくお願いします。お願いします。はい、森田さん、エイミーさん、ありがとうございます。さあ、それではバトンをいただきまして、実況席の方をご紹介させていただきたいと思います。これから7号車のマイク・コンウェイ選手走りますけれども、実況席にはですね、カーナンバー32 ORC ルーキーカローラ H2 コンセプトをドライブするルーキーレーシングの佐々木正弘選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで先ほどまでピットにいらっしゃったもう面々がその真後ろにいてもう食い入るようにいらっしゃるという。そうですね、みんなルーキーレーシングのチームが、はい、勢ぞろいです、はい、これすごいプレッシャーですよ。しかもね、このモビリティリゾートモテギの掲示画面になぜかウェックドライバーのマイク・コンウェイ、セバスチャン・ブエミというのがもう名前が入ってるっていうのは、はい、ちょっとね信じられないぐらいのことなんですけれども、さあ今日これからタイムアタックなんですけれども、この水素カローラのまずはドライビングっていうのは簡単なんですか、難しいんですか。ですね、基本的に水素エンジンなんですけれども、ガソリンエンジンと同じぐらいのパワー出てます。なるほど。今回もう一発回転数とパワーが上がって車が持ってきてるので、はい、特に難しいところはないんですけれども、それ用にセッティングをして、レーシングカーになってます、はい、そしてその先ほど直前まで森蔵選手がですね2分17秒365というタイムを叩き出したわけなんですが、はい、このタイムっていうのはどう。いや本当に相当速くて、僕今回この茂木に入って僕のベストを社長越しちゃってるんで、僕のタイム1秒半ぐらい越されてるんで、相当速いタイムです。プロドライバーの佐々木正弘選手のタイムを森蔵選手が超えてしまったと、超えてしまってます。だから僕いらないんじゃないかなっていう感じになってしまうんですけれども、さあただ今日は、はい、さっきも森田さん言ってましたけど、世界選手権ウェックのチャンピオンですよ、はい、それからルマン24時間も制しているドライバーですよ、はい、そういったドライバーがどうですかね。いやそんなに簡単に森蔵さんには勝てないと思います。そうですか。実はですね、はい、先日 WRC のラトバラ監督が富士24時間ですよね、はい、チャレンジしたんですけれども、はい、森蔵さん勝っちゃったんですよ。勝っちゃったんですね、はいはい、結構な差で勝ってるので、なるほど、今回も僕は森蔵さんに勝ってほしいなと思ってます。なるほど、はい、やっぱりねルーキーレーシングでこの生みの親お出ましたね、はい、さあいよいよ走り出しました。あ、割と今日初乗りですんなりこう走れるもんなんですね、はい、車自体は普通の S 大車と一緒なので、はい、ツーリングカーを乗ってれば誰でも乗れるっていう感じだと思います。そうですか、はい、さあマイク・コンウェイ選手39歳イギリスのドライバーでありますトヨタガズーレーシングのレギュラードライバー、カーナンバー7番の、日頃はですねウェックマシーンで活躍をしているわけなんですけれども、さあこれから行います、タイムアタックなんですけれども、まずは、ウォーミングアップの1周、そして2周目が計測ラップ、そして3周目がクールダウンということで、わずか1周しかこれタイムアタックできないんですけれども、はい、これはさすが世界選手権のドライバーとはいえ難しいんじゃないですかね。そうですよね、コースがまずブレーキングポイントとかこの週で覚えなきゃいけないっていうちょっと辛さはあるんですけれども、はい、やはりね世界選手権を制したドライバーなので、ここら辺はうまくやってくるんじゃないのかなと。この短い間に今いろんなことを学んで、はい、そしてこのコースの感じを掴んでいるということで、まあ、この辺りはさすが世界チャンピオンのねちょっとねいろいろな、まあ、情報を今キャッチするセンサーを最大限働かしているのかなというところなんですが、まあでもこの今日はですね茂木朝も雨もありましたし、そしてまあなかなか路面コンディションの方もちょっと不安定だったと思うんですけれども、いや結構でもすんなり
走ってますよ。そうですね、先ほど森蔵選手が走った状況と、ほぼ路面の差はないので、これで、本当にガチの勝負になってくるなっていう感じになってます。これはなんかちょっと鳥肌もんですね、今ね、それを聞いてるだけでも。ただ、今回ですね、森蔵さん、アタックしてる時に実は引っかかってるんですよ。ちょっと待ってくださいよ。今日は今単独で走っているコーエン選手のこのシチュエーションとは違って、完全にクリアじゃないですか。そうですね。森蔵さんは、セッション中に走ってるので、他の車と絡んでのタイムなので、実はもう少し出てるんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってます。結構速い車 GT3 ぐらいの車を譲ったり、あるいは ST5 の、スピードの低い車をかわしたりとか、いろんな作業をしてのタイムだったということですね。もう少し出てるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。さあコースも後半90度コーナーを回ってセカンドアンダーブリッジに入ってきました。いよいよマイク・コンウェイ選手、今日到着していきなり茂木に来て、いきなり初めての水素カローラで一体何秒が出るのか。いやもうラインがもうバチバチですね。さすがですね。縁石踏みまくって今結構アクセル早めに上げていきました。さあいよいよコントロールラインを通過していきます。さあ計測が始まります。さあ果たしてマイク・コンウェイ選手がどんなタイムを叩き出すのか。まずは1コーナーのブレーキング、そして2コーナーをクリアしていきますが、どうですかこの辺り。いやもうしっかりクリップつところはついてしっかりラインを取れてると思います。いや冷静に実況したいんですけど、後ろで一つ一つに歓声が上がるんですよね今この実況席が。さあマイク・コンウェイ選手のまずはですねタイム、セクター1のタイムが出てまいりましたけれども、さあセクター1からこれからですね4コーナーを立ち上がったところでセクター1が出てきますね。さあちなみに森蔵選手のセクター1のタイムは34秒の547というタイムだったんですが、さあその森蔵選手の34秒547にちょっと遅れているマイク・コンウェイ遅れている。およそコンマ5秒6秒ですかね。もうちょっとですね。もっとですね。2秒違いますね。だからもうこの時点で森蔵さんの速さっていうのが伝わるんじゃないのかなっていうふうに思います。なるほど。その速さの秘密っていうのは一緒にペアを組んでていろいろあると思うんですけど、どんなところが。本当にここね年々数年で本当に速くなってスライドしてぐらい攻めてますからね結構そうですよね。ギリギリのところでさあ V 字コーナーに入ってきました。37秒583ということで、ここはセクター2はかなり詰めてきましたね。1秒ないぐらいで来てますね。さあコースの前半から後半に入って中盤から後半に入ってくると徐々に森蔵選手に近づいてきたマイク・コンウェイ選手なんですが、さあ2021年ル・マン24時間を優勝したマイク・コンウェイ選手が果たして最後森蔵選手を上回ることができるんでしょうか。まもなくセクター3のところですね。ここでかなりトップスピードが出るポイントなんで、ここで何キロ出るかでまた変わってくるのかなと。セクター3は、なんとセクター3は森蔵選手を上回ってきた。森蔵選手を上回ってきました。さあこれでタイム、ちょっと森蔵選手が前のめりになっております前のめりになっております。さあそしてビクトリーコーナーに入ってまいりました。ビクトリーコーナー、ここ難しいんじゃないですか。でも本当にうまくまとまる。さあ思わず拍手がおっとウェックドライバーのチームメートからは拍手が送られていますが、さあ気になる注目のタイムはどうだ。タイムが出てくる。ラップタイムは2分20秒158。森蔵選手のタイムを破ることは叶いませんでしたが、それでも最後は詰めてきましたね。詰めてましたね。さすがですね。車にもやはり乗り慣れて、どこら辺が限界かっていうのもすぐ分かったと思うんで、最後のセクター3っていうのはかなり詰めてきたんじゃないのかなっていうふうに思いますね。いやマイク・コンウェイ選手、最後は意地を見せましたが、ただやっぱりそのレーシングカーって簡単に速くなるっていうことではなくて、やっぱりこう少しずつこう詰めていくっていうことなんですかね。そうですね。やはりブレーキで突っ込みすぎると立ち上がらないので、そこをしっかり合わせて立ち上がり重視でっていうところはやはりこの車にも相通じるところがあったので、おやクールダウンのはずなのにまだマイク・コンウェイ選手がセクター1で自己ベストタイムを出してきてますよ。やっぱり負け嫌いのドライバーなんですね。そうですね。さあこのマイク・コンウェイ選手、2周目の計測ラップでは残念ながら森蔵選手を上回ることはできませんでしたが、たださすがウェックチームだけあって1周目よりも2周目、2周目よりも3周目どんどん良くなってきますね。そうですね。車にもコースにももちろん慣れてくると思うので。
速くなってくると思います。はい、ただこれをやると次のドライバーがタイヤがしんどくなってくるので。なるほど、はい、この後のドライバーはセバスチャン・ブエミ選手が控えているはずなんですが、ちょっとブエミ選手はタイヤがそうですね、ここを攻めずにこうちょっと冷やしながら走ってくるといいのかな。そしてパドックからはセバスチャン・ブエミ選手がもうすでにヘルメットをかぶってだいぶこのタイムを見て気合入ってると思います。そうですよね、はい、ちょっとなんか我々バラエティの予定だったんですけど、はい、バラエティを忘れるぐらいの真剣勝負になってまいりました、はい、いやでもちょっとでもこういうことができるっていうのがまずちょっとびっくりした。さあマイク・コンウェイ選手、これでピット今ですね目の前ですけれども戻ってまいります。さあ果たして2分20秒158というタイムが出てまいりましたけれども、森蔵選手の2分17秒365に迫れるかセバスチャン・ブエミ。いやまずはコンウェイ選手のこの1周を終わってみての、佐々木選手のちょっと感想を聞かせてください。はい、やはりですねセクター1、セクター2というのは車に慣れたりそのブレーキングポイントを合わせたりっていうところが多少難しいポイントがあったと思うんですけれども、セクター3はやはりプロドライバーだけあってしっかり車にも慣れて合わせてきてるんで、どんどんそのセクターが進むごとによってタイムが森蔵さんと近いなっていうところは感じてます。さすがプロだなと。やっぱり初めての車に乗って初めてのコースだろうと思うんですけれども、それでもこう伸びの加速度的ななんかこの伸び率っていうのがやっぱりすごいですね。はい、世界選手権のチャンピオンですからね。そうですよね。はい、さあその今何かこうウェックのチームのなんかこうドライバー交代を見ているかのようにマイク・コンウェイ選手がちゃんとシートベルトの今いろいろなんかこうコックピットの方もね指示をしているような感じです。さあどうでしょうかね。雨がなんとちょっとポツポツと上空から雨が落ちてきたという情報も入ってきましたけれども、どうでしょう。ただこのGR ヤリスなんですけれども、この水素、カローラですね、水素カローラは4輪駆動になるんですよね。だから少しウェットであったとしても結構相安性というか安定性はあるんですか。かなりやっぱり4駆のトラクションというところが生かされているので、雨でも本当相当速いタイムが出ます。はい、そのあたりね、日頃はハイブリッドカーで1000馬力ぐらいを扱うぐらいのドライバーたちですから、はい、ちょっとパワー感には物足りないかなと思うんですけれども、コーナリングはねちょっと速いと思います。はい、なるほど。そのあたりをすぐに掴んでセバスチャン・ブエミ、さあタイムを伸ばせるか。さて森蔵選手のトップタイム2分17秒365に対して最初のアタッカーでありましたマイク・コンウェイ選手は2分20秒158。さあインタビューできますかね。エイミーさん、森田さん。はい、ピエールさん、勝負を終えたコンウェイ選手が来てくださってますので、ちょっとお話聞きましょう。So Mike, how was it? I mean, you almost nailed it on the second lap already. You wanted to go another. How was it? Yeah, I would like to do another lap. It wasn't enough, but it was really fun anyway. Just getting used to the track and the car, obviously. I left a lot on the table, but you know that's all part of it. So, but I had a lot of fun. I missed the gear halfway through the lap. I couldn't get third. You were drifting at one point. Yeah, I had a good little drift through the little chicane at the back there, which was fun. Yeah, I enjoyed it. It was good fun. Yeah, I'd like more laps, but you know, it's nice to be here and to do this. Great, great. Thank you so much. 森田さん、やっぱりね、もう何周でも行きたかったっていう思いが一番強かったみたいですけれども、本当楽しそうなね、もう表情見てるだけでもそんな感じで、あと途中ちょっとギアをね、ロストしちゃったっていうところと、あとちょっとお尻を振ってしまったっていう、とにかく楽しかったよとね、おっしゃってくれました。Alright, thank you so much to be here. Thanks. 今の表情などはね、どうだったか視聴者の皆様受け取っていただければと思います。ということで、そろそろ8号車のブーミ選手がスタートとなりますから、ちょっとピエールさんにお返しします。また次の戦いもお願いします。
はい、わかりました。いやでも佐々木さん、なんか水素カローラを褒めてくれるって嬉しいじゃないですか。そうですね、まだまだ乗りたいっておっしゃってましたね。本当に運転してても楽しい車ですし、これからそのカーボンニュートラルに向けてこういう車が増えていくと、レーシングカーでもカーボンニュートラルできるんだっていうところをちゃんと世界にもね知らせてもらえればなと思います。しかもこの水素という新しいこのね選択肢をトップドライバーに体験してもらって、こんな楽しいんだっていうのをまたいろんな人にこう活動として広めてもらえそうな感じを僕はちょっと想像ができるので楽しみですよね。そうですね、本当にガソリンエンジンと同じような音もしますし、パワー感も同じなんですね。なので運転する喜びはガソリンエンジンと変わらないんで、そういうところをねしっかり皆さんにね伝えていきたいなと思ってます。先日はベルギーの WRC では森蔵選手が、ね、ユハ・カンクネンさんと一緒に、ハイドロジェンのコンセプトカーなんですけれども GR ヤリスでラリーに、ね試走しておりましたけれども、さあどんどんと世界中にこの H2 コンセプトが、どんどん伝わっていくということになっていくんでしょう。さあカーナンバー8番がいよいよウォーミングアップに入っていきました。セバスチャン・ブエミです。さあこのチームの中でもセバスチャン・ブエミ選手は、このウェックももちろんですけれどもフォーミュラー1も経験あるし、それから電気自動車の EV のフォーミュラー E でもワールドタイトルを取っている、ある意味いろんな選択肢で走っているドライバーですよね。やっぱりかなりでも EV だとやっぱりエンジン音もするわけじゃないですから、ちょっとなかなか最初馴染むまで難しいかもしれませんけど、本当にエンジンの音と変わらないものがこの水素カローラはするわけですから、その辺は馴染みやすいですよね。そうですね、音でシフトアップするっていう喜びもあるんですね。そのメーターだけ見るわけではなくて、音でエンジン回転を知るっていうこともできるんで、めちゃくちゃ楽しいですね。ガソリンエンジンと同じような走らせ方ができるっていう、さあこのさまざまなマシンを器用に乗りこなすセバスチャン・ブエミが果たしてどのようなタイムを叩き出すか。もちろん先ほどのマイク・コンウェイ選手の走りを見た後に今度は走りますから、大体こんなタイムかっていうのはもう頭にインプットされてるでしょうね。さあ今1周目、今ちょうど皆さんにもこうエグゾーストサウンドが届いていると思いますけれども、しっかりもうガソリンエンジンの音と変わらない排気音ですよね。そうなんですよ、本当に音もパワーもしっかり出るんですけれども、排気ガスは水だけっていうね、本当に、今まで未来だと思っていたその乗り物が現実に今こうやってウェックのドライバーたちにタイムアタックをしてもらっていると思うと、いやー何か感慨深いものがありますね。本当に僕らこの車でスーパー大級を走ってるんですけれども、世界選手権をね、走ってるドライバーに乗ってもらえてね、本当に感想も聞いて、本当にそういうのは嬉しいと思います。さあいよいよここからモードを切り替えていくか。90度コーナーに入ってきました。まもなくセカンドアンダーブリッジを過ぎてビクトリーコーナーからメインストレートにやってくると計測が始まっていきます。さあ2009年から2011年までフォーミュラー1のドライバーとして、2012年からトヨタガズーレーシングのレギュラードライバーとしてカーナンバー8番のウェックチームで戦う。さあセバスチャン・ブエミ FE のチャンピオン、そしてフォーミュラー1の経験、ハイブリッドも EV も水素もいろいろ選択肢をこのドライバーは経験することになります。さあまずはアタックラップの1周目、1コーナーに入っていきます。細かくでも結構アクセルワークいろいろ入れてますね。かなり調整して、そのあたりのレスポンスっていうのも結構もう全然違和感はなく、ガソリンエンジンと同じようなレスポンスもあります。さあ今マイク・コンウェイ選手がおっとっとっとというような感じの今ねちょっとジェスチャーを見せてくれましたが、さあ3コーナーから4コーナー、まもなくセクター1が出てきます。さあ果たして35秒台ぐらい出てくるとちょっとこれは面白いことになってきますが、さあどうだ、35秒756、これは一発目から速いセバスチャン・ブエミ、そしてマシーンがかなり今5コーナーのブレーキング、これどうですか。本当に攻めてると思います。ブレーキを思いっきり踏んでこういう動きになるんで、それでも車は安定して5コーナーを立ち上がって、さあ 130R アクセル、ここは全開ですね。全開です。そしてここからはリズミカルに S 字コーナーへ入っていくんですが、細かくアクセルを入れている、入れている。そうですね、アクセルをしっかりこう踏んで車を間に合ってると思います。さあまもなくセクター2に入ってきますが、 V 字コーナーの手前38秒571、ちょっと落ちたか、ここは慎重に行きましたかね。
そうですね、1個目の S 字の1個目を合わせてるなっていう感じが見えてました。はい、さあそして先ほどマイク・コンウェイ選手が一気にタイムを縮めたセクター3に入ってきました。このヘアピンあたりもブレーキングって難しいんですか？そうですね、思いっきりいってどのラインに乗せるかなんで、でも行き過ぎるとアンダーステアになりますし、そういうところの難しさはあるのかなと思います。いやでも今日生まれて初めてこのモビリティリゾートモテギを走ると思うこのセバスチャン・ブエミ選手なんですが、もうすでにマスターしているように見えますが、さあセクター3が間もなく入ってくる。90度コーナーの手前で37秒490、ちょっとタイムが落ちてきているのが気になるんですけれども、さあこのままですと森蔵選手のトップ確定ということになりますか。さあセバスチャン・ブエミ最後のビクトリーコーナーに入ってきます。うおーっとちょっとどうか、うまくまとめた。さあそしてメインストレート一気に加速をしていく。そして出てきたタイムはどうだ。2分23秒300。さあということでセバスチャン・ブエミ選手はちょっとコンウェイ選手にも届かずということで、はい、佐々木選手、はい、水素カローラでのタイムアタックはトップタイム森蔵選手ということでした。はい、これガチの勝負なんで、はい、森蔵さんの速さっていうのがすごくねこう目立ったのかなと思うんですけれども、本当にやっぱり、この数年でですね車をよく勉強されてドライビングをしっかり勉強されて、はい、タイムがどんどん速くなってくるんで、今回もこれでやっぱりタイムが出たっていうところが、はい、皆さんに見てもらえたのかなと思います。はい、社長自らがもっといい車作りという話をよくされてて、本当にだからそのいい車を作るには自らがやっぱりねこうどんどんと限界を高めていけるような車作りに参加していくっていう意味では、いやすごいんですね。そうですね、僕らも開発で車乗らせていただくんですけれども、やはり社長にも乗ってもらって森蔵さんに乗ってもらって、その時はマスタードライバーというね社長の肩書きがあるんですけれども、はい、マスタードライバーに乗ってもらってしっかり車を評価してもらう、そういうところでこういう技術が必要になってくるんで、これからのトヨタ自動車の車本当にいい車になってると思います。いやー驚きました。それにしても明日明後日のちょっとスーパー耐久のね、本番のレースがちょっとまた楽しみですね。森蔵選手のトップタイムというところでは明日も非常に楽しみになってきますが、でもウェックのドライバーたちはどうでしょうね。これね相当悔しいんじゃないですかね。悔しいでしょうね本当に、はい。さあ果たしてどんな顔をして降りてくるのかセバスチャン・ブエミ選手。でも先ほどのコーエン選手のコメントにもありましたけど、初体験の車でもすぐにこうやって乗りこなせて、そして何だったら楽しいからもっと乗りたいって言えるって素晴らしいですよね。素晴らしいと思います。さあ今日昼に日本に着いて、東京都内どこに行くわけでもなくいきなり茂木に来ていきなりレーシングカー走るという、はい、このなかなか本当にすごい企画なんですけれども、見事無事に帰ってまいりましたセバスチャン・ブエミ選手。実は明日予選なんですよ。はい、森蔵選手は明日 B ドライバーなので、明日もう1回ドライで、クリアラップで走ると、もう少しタイム出るかもしれないです。ちょっと今この放送をご覧になっている方は明日茂木に来て、そうですね、予選から楽しんでいただけるといいですね。実際に森蔵さんの走りを見てもらうのがすごくいいかなと思います。さあセバスチャン・ブエミ選手、どうでしょう。若干ちょっと悔しそうな表情に見えますよ。笑顔は見えていませんが。さあということでセバスチャン・ブエミ選手の走りもご覧いただきましたけれども、佐々木さん、はい、どうでしたかこのタイムアタック対決というのは。はい、今回この水素カローラに乗っていただいて、世界、選手権を優勝するドライバーたちがこの茂木でこの水素カローラに乗ってもらったんですけれども、本当に森蔵さんの走り、そして速さっていうのが引き立ったのかなと思ってます。はい、はい、さあセバスチャン・ブエミ選手のインタビュー整いそうですね。森田さん、はい、エイミーさん。はい、ということでブエミ選手に来ていただきました。お疲れ様でございました。どうでしょう、水素エンジン乗ってこの結果、今受け止め聞かせてください。So Sebastian,
How was the hydrogen car? How did it feel? You had a little bit of worse condition with the rain a little bit, but it was your first time at Mokotegi, right? How was it? Yeah, exactly. It was my first time here, first time in the car, but honestly, I enjoyed it very much. Obviously, as you could see, I was a bit cautious because I saw a bit of rain. I didn't know exactly what to expect, but it was a nice experience. The car feels great. I didn't know what to expect, but it's been a nice experience, really. Good to have you here. まあね、本当モテギで走るのも初めてですけれども、車のフィーリングとしては本当に良かったですし、正直楽しかったよと。ただちょっとね、こう雨がパラついてきてしまったので、ちょっと車にもねあまり負荷をかけたくないなっていうところでちょっとね注意しながら走ったよっていう言い訳もされてました。いやいや、本番まだ控えてる車ですから、気を使ってくださってありがとうございます。Thank you so much. I hope you rest well. Thank you. いやただ近くにいるとひしひしと悔しさが伝わってきました。思いました。楽しかったよって言ってるんですけど、多分マスクのねこう裏ではちょっとねふってなってるんでしょうね。皆さんねレーサーアスリートですから。そうですね。やっぱり勝負事を負けるのは悔しいと。いうことだと思います。ということで、改めてですけれども結果こちらまとめました。ご覧ください。森蔵選手のタイムが2分17秒365、そしてウェックの7号車のドライバーコンウェイ選手のタイムが2分20秒158、8号車のブエミ選手のタイムが2分23秒300ということで、このスーパー耐久で使われる水素エンジン32号車を使ったタイムアタック対決、優勝者は森蔵選手ということになりました。おめでとうございます。まず戦わせていいんだろうかというところから始まりましたけど、勝ってしまいまして。勝ってしまいました。いやもうルマンウィナーですよ。はい。もう世界を舞台にね戦ってらっしゃるワールドワイドのドライバーさん。もちろんね条件がねたくさん非常に今日日本に来たばかりとか、コース初めてとかいろんなこともありましたけれども、少なくとも決めたルールの中での戦いですよね。森蔵選手が速すぎるんですよ。まあそうですね。それもある。そこですね。はい。ということで1つ目の水素エンジンタイムアタック対決以上となります。では2つ目の企画にピエールさんお願いします。はい、森田さん、エイミさんありがとうございました。いやセバスチャン・ブエミ選手がですね、いや明日から本番の車だからちょっと気を使ったんだよっていうそんなことをおっしゃってたようなんですけれどもね、本気なのかどうなのかっていうところで、さあ先ほどまでですね悔しがってますよね。先ほどまでですねこのタイムアタックウェックドライバーの32号車を使ってのタイムアタック対決では佐々木正宏選手に解説をお願いしていたんですが、ここからのですね今度2つ目ウェックドライバールーキーレーシングドライバーによりますチーム戦、こちらはですね、解説この方にお願いしたいと思います。現在はトヨタガズーレーシングヨーロッパの副会長を務めていらっしゃいます中島和樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お帰りなさい。ただいまです。はい。いよいよ来週ですね。久しぶりのウェックインジャパンですよね。はい。3年ぶりですかね。間が2回空いてしまったので本当に日本に帰ってこれることを本当に楽しみにしてましたし、ドライバーもねみんな楽しみにしている中でこの1週間前のこの茂木のタイミングでこのような企画がね実現させてもらったので本当にありがたいことですし感謝です。まさかドライバーも日本に来たらすぐになんかレーシングカー乗るなんてちょっと思ってもいなかったでしょうけれども、そうですね、思ってなかったですしあえてあまり伝えてなかったのでかなりサプライズだったと思います。はい、さあということで、本当にですね皆さんの顔を見てるとやっぱり走り出したらレーシングドライバーだな、負けたくないんだなっていうのはよく分かりました。さあこれからですね行いますチーム対決のルールをちょっとここでご説明したいと思います。これから行いますこの対決なんですが、車は GRMN ヤリスを使います。ウェックの7号車そして8号車ルーキーレーシング32号車から各2名のドライバーが走行します。第1ドライバー走行後に第2ドライバーに乗り換えて第2ドライバーが走って2人の合計タイムを3台で競う勝負となります。それぞれのドライバーにつき先ほどの32号車のタイムアタックのようにアウトラップが1周、計測ラップ1周、そしてインラップ1周の合計3周で2周目の計測ラップのタイムで競っていきます。さあそれではすでに出ておりますがドライバーをおさらいしておきましょう。ルーキーレーシングからは第1ドライバーが先ほど解説をしてくれました佐々木正宏選手、そして2人目が石浦弘明選手というこの2人です。そして7号車はですね、こちらはホセ・マリア・ロペス選手と小林カムイ選手の順番でこちらはタイムを合計していきます。
そして8号車の方はブレンドレン・ハートレー選手と、そして、平川選手の順番、平川亮選手がさあ2人目ということになりますが、さあ中島さん、この3台なんですけれども、このチーム戦はどうなりそうですか？いやもう楽しみでしかないですね。もちろんサーキットをしてるだとか、今ちょっと路面がパラパラね雨が降ってきてますけど、状況、車のことも知っているやっぱりルーキーレーシングチームがね有利なのは間違いないと思うんですけど、たださっきのね走行でもマイクがセクター3いきなり速かったりだとか、そういうやっぱり片鱗をねいかにウェックドライバーたちが見せてくれるのかすごく楽しみですし、ウェックドライバーももう究極の負け嫌いの集まりなんでなんだかんだ言って、ね、無理だよとか言いながらやる気満々なので。でしょうね、もうレーシングドライバーに生まれたからにはもう絶対自分が一番だってみんな思ってやってますからね、勝ちたいはずです。ホセは茂木走ったことあるらしいので。そうなんですね。で結構ヤリスもいろんなところで乗り回してたりする。GRML なんでちょっと違いますけどね、意外とちゃんと走るんじゃないかなと期待はしてます。ホセマリア・ロペス選手はそういえばツーリングカーの世界チャンピオンで、WTCC で日本にもやってきてましたもんね。なので箱車はお手の物かもしれません。いやしめしめ今度は俺がヒーローかぐらいの感じに思っていると、いやでもホセマリア・ロペス選手結構 WTCC のそれから WEC もそうですけれどもアグレッシブにいくとちょっとやっちゃう時がありますからねどんなことになるのか楽しみですただもうドライバーみんなやっぱこう GRML に乗る機会なかなかないので。そうですか。ヨーロッパでないですしね。なので本当に今日ここで乗れることを楽しみにしてましたし、ブレンダーもGR ヤリス自体を2台持っていると。そうなんですね、ヤリス大好きな人たちばっかりなんで、結構こういうホットハッチが好きなんですね。そうですね。なので単純に楽しく走るんだろうなと思います。来週に向けていいモチベーションアップというかリフレッシュにもなるかも分かりませんね。そうですね。さあしかしいざ勝負となれば誰よりも負けたくないドライバーたちが一台一台走り始めました。さあまずは1人目カーナンバー7番が走り始めました。7号車といえば、こちらホセマリア・ロペス選手ということになります。さあこちらインカーの映像も入ってきますからなんか新鮮ですねこれ。さあ続いて8号車動き出しました。こちらはハートレー選手、そして続いて最後に32号車ということになります。さあハートレー選手も結構ねカート、フォーミュラ、そして F1、さらにはウェックとさまざまなレーシングカー来てますけれども、いやでもそういったヤリスを持ってるなんてのは知りませんでしたね。そうですね。1台モナコ、1台ニュージーランドにニュージーランドにあるのは右ハンドルなんで、そうなんだ、右ハンドルも大丈夫だと言ってましたけど、いきなりいいタイムが出てくるかもしれませんね。さあそして先ほどまで解説をしてくれていました佐々木正宏選手、彼もですねもう本当に箱車一筋と言っても過言ではない。若い時にも、FF 車から、そして彼と僕知り合ったのは確かアルテッツァレースの頃に、知り合っていいレースしてましたよね。すごいですね。だからキャリアの積み方が全然違う3人の対決なんで。ちなみに今私の横にはセバスチャン・ブエミ選手がやってきましてセクタータイムを今頃めちゃめちゃブエミ選手がセクタータイムをどこが負けてたのかを研究してますねさあということでいろいろなこの実況席ハプニングがありますけれどもね、さあ今小林カムイ代表といろいろなですねちょっとどこでどういうふうに速く走るんだいみたいな話もしてますが、さあこちら今映りましたのがカーナンバー132番はルーキーレーシング。いや日頃からたくさんスポンサーをしていただいているステッカーもね、ほら、そうですね、リアのナンバーのところにはジャンボがありますから、リアナンバーのところにはねチョコモナカジャンボ。いや佐々木選手も先ほどまで優しい笑顔で解説をしてくれましたが、ヘルメットをかぶるとやはりレーシングドライバー、いい顔してます。さあカーナンバー7番がやってきます。まずはホセマリア・ロペス選手、 WTCC の3回チャンピオンも取っているホセマリア・ロペスが、さあこの GRMN ヤリスをどこまで性能を引き出すか、ちょっと見たいですね。カローラよりも3秒4秒早いんじゃないかっていう噂なので、セクタータイムがどの程度なの興味深いですね。結構いってますね。いいです。おお、
2コーナーの縁石を大幅にまたいでいきました。この辺りはアグレッシブなロペス選手ならではというところでしょうか。さあ続いてハートレー選手もアタックに入ります。自らヤリスオーナーのハートレー結構今4奪してましたけどねあれはトラックリミットがちょっと打ってましたねお、そしてホセマリア・ロペス選手が34秒576というセクター1のタイム。結構速いんじゃないですか。相当速いですね。まあもちろん GRMN もこれも非常にチューニングをされてね、はい、さあ小林カムイ選手が緊張してきたと緊張しているというブレンダーも近いタイムですね。近いですね。34秒7。これ佐々木さんがどれぐらい来るのか気になりますね。もうなんか侵入のところからラインが違います。ちょっとなんか早く切りすぎた感がありましたけど、でもさあそしてこの茂木立ち上がりですよね。イン側走るのがグリップしますよね、茂木は。さあそしてセクター2ではホセマリア・ロペス選手が36秒の118ですが、まだ今のところトップタイムは守っている。ホセ攻めてますね。攻めてますね、本当に。そしてブレンドン・ハートレー選手がなんと37秒139。おお、そして佐々木正宏選手来た。はいはい。33秒277。これは最速タイム塗り替えた。さあそして今7号車のホセマリア・ロペス選手はセクター3を通過してまもなくこの我々のいるピットの前に戻ってきます。ここまで全く練習のチャンスがありませんでした。いきなりのぶっつけ本番、練習してないようにはあんま見えないですねさあ注目のタイムはどうなんだ。2分15秒109。これは素晴らしいタイム。さあそしてハートレー選手も縮めてきているんじゃないですか。そうですね、セクター3はホセよりちょっと落ちぐらい。最後うまくまとめてくると2分16秒台ぐらいでくるか。さあコントロールラインを通過をして2分17秒203、わずかに遅れた。さあそして注目の佐々木正宏選手はセクター2も全体ベスト、そしてセクター3に入ってきてセクター3も全体ベストだ。セクター3もさらに全体ベスト。もう使える縁石全部使ってくるみたいな感じの走りです。いやさすが、でも開発ドライバーの一人でもあります。車の限界を引き出している。やっぱり見た目に迫力ありますね。ありますね。さあそしてメインストレートに入ってきた。最後コントロールラインを通過したところではあっと驚くタイムが出てくるか。佐々木正宏タイム2分11秒だ。11秒。2分11秒608。ウェックドライバーをなんと4秒近く、いや3秒半ですか。いやー、これは中島さん、これはすごいですね。12秒とか13秒ぐらいかなって皆さん言ってたんですけど、それを超えてきました。いやここのね実況席を立ち去るときに、僕はもう箱上がりで負けられませんからって言ってね、めちゃくちゃ言ってで気合い入れていきましたから、もうメラメラ燃えてましたよ。だいぶこれ次に走るドライバーたちにねプレッシャーが増えたんじゃないですかね。そうですね。この後は7号車小林可夢偉選手、8号車は平川亮選手、そして132号車になりますけれども32号車ルーキーレーシングからは石浦宏明選手が控えています。そして佐々木選手は次のドライバー石浦君にタイヤをちゃんと残す、インラップゆっくり走ってくるっていう。なるほど、ちゃんとそこまで考えてますね。今タイヤをクールダウンさせてるんですね。そういう風に見えますよね。これはガチンコですね。いや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 さあということで WTCC のチャンピオンでもありましたホセマリア・ロペスがまずは2分15秒109、続いてブレンドン・ハートレー選手が2分17秒203。ただ黙っちゃいなかったのは日本の佐々木正宏2分11秒608。これはすごいタイムでした。これは非常に8号車がいいお肉に向けてかなり
ビハインドを背負いましたね。ただこれから走る3人のドライバーは、もちろん1人は国内のこの今スーパー耐久のドライバーとして活躍をしている石浦選手なんですが、実は3人ともスーパーフォーミュラーでこの茂木はもうそうですね、走り込んでいるサーキットですし、サーキットの経験という意味ではもうプラスマイナスゼロだと思うのでいいですね。先ほどこの場所から離れていくときに小林可夢選手がだんだん緊張してきたなとプレッシャーを感じていたようですけれども、やっぱりこうやってタイムで出ちゃうとね、かなりドライバーとしてはもやもやしますよね。いやでも本当にレーシングドライバー、本当今日ついたこのドライバーたちとは思えないようなこのコンディション、いやアスリートですね、さすがです。さて、ここでちょっとこの後のルールもご説明しておきますと、先ほど3位だったタイムのチームから今度は順番にスタートしていくということで、最後はですから8号車からスタートして7号車最後に132、32のルーキーレーシングということになりますから、最後の石浦選手はかなりプレッシャーですよね。プレッシャーですね。はい。やっぱり佐々木さんとのタイムの比較も出てくるんで。なるほど。なかなかみんな今ドキドキしてるんじゃないですかね。いやしかしあれですね、最初は水素カローラをちょっと見て、そして社長に挨拶をしに行こうと思っていただけのところからこの今度は対決というところまでこんなことが起きてしまうのがすごいですね。すごいですよね。さすが GR。なんかタイヤの内圧やってますよ。ピエールさん、ピエールさん、聞こえますか？はいはい、エイミーさんこれ何？はい、ちょっと何か怪しい動きがあったんで。今佐々木さん何をされてるんですか？何やってますか？言えない。言えない？タイヤ使えてません？チェンジの間にあれ？一番いいところで石浦選手に乗ってもらうために。これって何？あれだけ勝ってたのに、まだやる？いいのかこれは？今石浦選手がそして乗り込みましたけど、でもまだ続けてるよ。こっちのタイヤもやってるよなんか。またやってるよなんかプシュプシュ言ってますよ。これあれですかね。前だけ変え佐々木ドライバーがあとどのくらい縮めるつもりなんでしょうか。ちょっと徹底的にやるって感じが出てますよこれ。ですね。もうすでに勝ってるのに。一番いい状態で乗ってもらいたいという気遣いだと。王子ならではの気遣いということですね。完了しましたと。かなりなんと声をかけるんでしょうか。めちゃめちゃ重いですよね。多分。なんかもうこれリハーサル済みみたいな。いやでしたね。昨日と一緒って言ってませんでした今。昨日と一緒。もう最初からやるつもりだった。じゃあやるから徹底的にやっていただきましょう。そうですね。この132号車が一番最後にスタートするということで。前の8号車、7号車のタイムを見て、最後132号車のタイムがどうなるのかということで、ピエールさん、じゃあ最後の対決もよろしくお願いします。はい、わかりました。森田さん、エイミーさん、ありがとうございました。いや、中島さん、先ほど佐々木選手がなんかあれは空気の内圧ですか、タイヤの。そうですね、内圧下げてましたけど、前だけ下げていたので、もう少し車が曲がりやすい方向に調整してましたけど。これはルール的に OK なんですかね。見なかったことにしておきます。見なかったことにしましょうか。それだけやっぱりほら世界選手権でルマンのねチャンピオンたちがこれだけいると、プレッシャーは大きいでしょう。負けられない。お互いにでもその気持ちは一緒だと思うんで。しかも今日は森蔵選手がここにいらっしゃるわけですから。そしてお肉もかかってますから。さてこのマットなカラーリングの GRMN ヤリス。この3台使いまして7号車、8号車、132号車になりますが、ルーキーレーシングの32のドライバーたちによりますチーム対決、2人目のドライバーがまもなくスタートしようとしております。さあまずは先ほど3番手のタイムでした。まず8号車の平川亮選手からコースへ入っていくことになります。今ゆっくりとクラッチをミートさせてコースへ入っていきました。いや平川選手、今シーズンからこのウェックチームに加入して、もういきなり大活躍をしてくれてますよね。そうですね。ウェックでも本当に活躍してますし、ここ茂木でもね、つい最近スーパーフォーミュラで非常にいいレースをしていたので、そういう意味ではかなり本人も乗った状態で挑むんじゃないでしょうか。さあそして
カーナンバー7番をつけるのはもちろんチーム代表でもあります小林可夢選手。おさあ今その小林可夢選手が1コーナーに入っていきますが、可夢選手も結構もうなんかカートフォーミュラーのイメージがあるので、なんかこういうツーリングカーっていうとね、そうですね、箱のイメージあんまないですよね。あんまないですよね。それをどう乗りこなすのか気になりますね。さあそして佐々木正宏選手が少し何やらタイヤのですねエアを調整していたようなんですけれども、ルーキーレーシング石浦選手はカメラに手を振る余裕がそうですねありますね。なんか場内サーキットビジョンでなんかね見えたんでしょうか、手を振る余裕がありましたが、ちなみにトヨタガズーレーシングヨーロッパの副会長としてこれまでご覧になってて、チームメイトたちはどうなんですか、みんなメンタル大丈夫でしょうかね、来週末ですね、基本的に負け嫌いな人たちばっかりなので、はい、いい感じに来週に向けて火がついたんじゃないかな。なるほど、はい、そういうふうに期待してます。はい、いい感じで火がついたというね。さらにこのチームの結束力を高めるためにもやっぱり小林可夢選手と平川亮選手には頑張ってもらいたいですね。そうですね、やっぱりいいところを見せていい流れで来週に臨んでほしいですし、意地を見せてもらいたいですね。はい。さあそしてルーキーレーシングとしては明日明後日のスーパー耐久でまたレースが控えていますので、そこへのね景気づけという意味では石浦選手も頑張ってもらいたいと思います。さあゆっくりとしたペースに見えますが、石浦選手、そうですね、可夢選手、石浦選手かなりアウトラップゆっくりで、平川選手は結構飛ばしてますね。飛ばしてますよね。はい。これはちょっと戦略が分かれてきて面白いですね。さあ早速平川選手がもうアウトラップを終わって、いよいよこれからもう最終の今ビクトリーコーナーの立ち上がりは縁石を4輪ともまたいでいたような感じでした。まずはコントロールラインを通過をしまして、平川亮選手からタイムアタック開始。タイヤのスキール音もしっかり聞こえます。ちょっとワイドですね。おっとちょっとワイド、力入ってますか。力入ってますね。そして7号車の小林可夢選手は90度コーナーまで溜めてますね。さあタイヤのウォームアップを必要以上にしないような工夫にも見えます。そしてここ G がこう変わるところは難しいですね、ビクトリーコーナーはね。結構計測ラップに向けて最終コーナーを準備して立ち上がってきましたね。なるほどなるほど。ガチですね。さあこの後はしっかり準備を整えてきた小林可夢選手が今7号車でアタックラップに入ります。さあセクター1のタイムなんですが、ここで平川選手が34秒台を出してきました。34秒314は同じタイム。これは2番手のタイムになりますかね。そうですね、ホセを上回ってますね。はい、ホセマリア・ロペス選手を平川選手上回ってきました。さあそしてカーナンバー132石浦弘明選手が1コーナーに飛び込んでいく。さあ石浦選手も非常に理論派のドライバーですから、この辺りやっぱルーキーレーシングの2人は 1,2 コーナーがコンパクトですね。なるほど。だいぶウェイクドライバーたちは勢いよくいってるようには見えましたけど、この辺りはやっぱり国内でしっかりこの車を走らせているドライバーの方がよくコースのライン取りは、よく分かってるかもしれないですね。最速ラインは分かっているか。さあそして7号車の小林可夢選手が33秒の891を叩き出してきた。これは佐々木選手にかなり迫るような小林可夢選手のセクター1。そして石浦弘明選手が、小林可夢選手に100分の9秒勝った。ほぼ同タイム。そうですね、いい勝負ですね。これ車の限界をうまく2人とも引き出しているか。そして平川亮選手が早くも戻ってくる。ビクトリーコーナーはアウト目いっぱいまで膨らんでくるか。さあカーナンバー8番の平川亮立ち上がってきました。8号車トップタイムに届くかどうか。今コントロールラインを通過をしていくが2分14秒947、ロペス選手を上回りまして2分14秒927。さあそして小林可夢選手注目のタイムですが、セクター2で小林可夢選手が全体ベストタイム石浦選手を破っている。セクター3がちょっと平川選手に対比落としてますけど、さあその7号車の小林可夢選手は最後うまくまとめてくるか。
さあしっかりとカムイさんカムイさん来てる。ハートレー選手から今カムイさんというコメントが聞こえてきましたが、小林カムイどうだ、タイムは2分14秒175。これで平川選手を上回ってきました。さあそして注目のこれ早いですね、もう帰ってくるの早い。さあそして石浦弘明選手が戻ってきましたが、セクター3でも全体ベストだがタイムは2分12秒898。ウェックドライバーを破りました石浦弘明。いや中島さん、意地を見せる感じですか。意地を見せましたね。いやでもいい勝負だったじゃないですか。だいぶセクタータイムの差も小さかったので、佐々木さんのタイムが異常に速かったですね。佐々木正弘選手のタイムがちょっと飛び抜けてすごいと。飛び抜けてますね。めっちゃ汗かいてるじゃないですか。本気出して佐々木さん本気です。汗だくで帰ってきます。このメンツは本気出したいですよね。いやそうですね。挑んでいきたいですよね。いやでも最後の最後まで手を緩めることなく各ドライバー、いや最初はこの企画はお楽しみかなってちょっと思ったんですけど、みんなマジでしたね。マジですね。どんな条件であるなんだかんだ平川選手だいぶ早いですけどちゃんと落としましたね。インラップまで攻めてましたね。そうですね。基本みんな走るの大好きな人たちなんで、車を与えたらもう全開でいっちゃうっていう。多分今日はルールがあるからこうやって帰ってきてますけど、納得いくまで走りたいんでしょうね。いくらでも走り続けると思います。やはりそこがアスリート、やっぱり世界で戦うドライバーたちという感じがいたしますが、さあ敗れはしましたが平川亮選手は来週末凱旋レースになりますからね、母国でね。はい、今年ウェックルーキーとして、ルマン王者としてね、戻ってくるウェック富士ですから、ぜひたくさんの方に応援をしていただきたいと思いますし、そうですね。その前でいい結果を出してもらいたいですね。はい。夢だった世界への扉を開けて、そしてルマン24時間というその世界三大レースの頂点にねたどり着いた平川亮選手ですから、ぜひその立派になった姿をですね、またウェック富士6時間レースで皆さんも応援してもらいたいと思います。さあそしてチーム代表として小林可夢選手、いやでもやっぱりレーシングドライバーらしい走りでしたよね。いいタイムでした。そうですね、しっかりと代表らしさを見せてくれましたね。さあそして石浦弘明選手が戻ってまいりまして、ルーキーレーシング佐々木正弘選手とともに合計タイムでもぶっちぎりのトップタイムということになりました。どうなんですかね、佐々木選手とのタイム差をどう感じているのか気になりますね。そこかなるほどなるほど。一応チーム最年少ドライバーですかね。今拍手で迎えられて今選手たちが戻ってまいりました。いや平川選手もタイムが気になりますか。みんなやっぱり自分のタイムとセクタータイムが気になる。そうですよね、そうですよね。もう一周やりたいとカムイさんの一言です。いや正直な気持ちだと思います。お、石田君。なんか今ホセマリア・ロペス選手が132号車でもう1回やらせてくれないかと。同じ車に乗せろと。いや面白いですね。絶対何か秘密があるんじゃないかというような話も出てましたが、さあということで、結局ですね合計タイムとしましては132号車、ルーキーレーシングがラップタイム今ですね計算をしておりますけれども4分24秒の506ということになりますかね。トップでした。貫禄の優勝ですね。そうですね。そして2番手には、ホセマリア・ロペス選手と小林可夢選手のチーム7号車が4分29秒の284。
そして、残念ながら8号車は4分32秒130ということになりますが、まあでもこの悔しさは来週ですね。そうですね、この鬱憤は来週のウェック富士でぜひ晴らしてくれると思いますので、ぜひたくさんの皆さんに富士で応援をしていただきたいと思います。そうですね、ぜひこの後夜のいろいろな食事とかいろんなミーティングで中島和樹選手さんからぜひですね、油を注いで火をメラメラと燃やしたいと思います。はい、いよいよですね、ウェック6時間、富士6時間が楽しみになってまいりました。はい、ということで、ちょっとここでまたアドリブというか、なんかまた突然変わりまして、今、カーナンバー132番のマシンにカムイがもう1回乗ると。小林カムイ選手が泣きの1回ですか、これ。これはそうですね。なるほど。じゃあ佐々木選手との石浦君のその差はシフトアップのミスの。なるほど。石浦さんのタイム差はシフトミスがあったんだ。なるほど。お、もう早い。小林カムイ選手もすぐヘルメットかぶって、小林カムイ選手がなんともう1回132号車でアタック、小走りで行っている、車に走っていっている小林カムイ。さあ中島さん、このサプライズは長年小林カムイさんとお付き合いされてますけど、やっぱりこういう性格なんですね。まあ結局彼が一番負け嫌いってことですね。燃料が4分の1なんで大丈夫。これカムイがどれぐらい走るのか、変わらないのか変わるのかっていうところも気になります。これもう1回って言ってながら、これでタイムがちょっと落ちてしまったりとかしたらちょっとどうなるでしょうね。2分14秒175、ですね、これを覚えておかなきゃいけないですね。上回るのかどうか。いやタイヤ的にはどうなんですか。落ちない。じゃあタイヤ的に落ちないってことはきっと上がりますね。っていうプレッシャーで力が入ってシフトミスみたいな、ありがちですけど。さあ小林カムイ選手、チーム代表真面目になってまいりました。カメラを向けるとちょっと笑顔ですけど。閉めます。さあ早速小林カムイ選手、泣きの1回。カムイ選手もう1回リベンジしたいということで、ピエールさん、ここで、森田さん、エイビーさんお願いします。今突然いろんなことが発生したと思うので、何が起きたのかついていけてない方も多いと思いますということで、何が起きたのかを森蔵選手に説明していただこうと思います。よろしくお願いします。一体何が起きたんですか。一応最初のルール通りやってましたね。やったんですけど、やっぱり彼らね、今日着いたんですよね。今日着いて、そしてその今日ね、初めて車で初めてこの茂木サーキットで走って、しかもタイム出しは1回こっきり。まあプロだからそれでいいでしょっていうこともあるんですけど、日本のプロとねちょっと最高速のところでも差が出たので、それと本当はね終わった後のね雰囲気がね、ウェックチームでなんか満足じゃないなっていう顔してて、やっぱりチーム代表としては、やっぱりねこのモータースポーツに関わる人みんな負け嫌いなんですね。で、どっちかが負けるんですけど、納得して負けた方がいいのかな。なるほど。それで130で走ったらって言ったらおおと来ましたから、それでねじゃあドライバーだけ1人選んでよ。でもサーキットの都合もあるからサーキットと時間のことは聞いてねって言ったらサーキットがねお許しいただいたのでここになってます。そういうことですね。大変よくわかりました。いわゆる泣きの1回というやつですね。っていうかみんな気持ちよくさせたいなというのが気持ちよく、ゲームですからこれは。あまりにもコテッパンにねやられてるから続けてるので、ちょっとここは小林カムイチーム代表としてちょっとウィックを。でも彼らがカムイを選びましたね。誰選ぶかなと思ったんで。そうか、そこを任せたわけですね。誰を任せました。なるほど。でもう132号車で走ってるということは車の違いは言い訳にできないということですね。できないということです。はい。なるほど。はい。よくわかりました。じゃあちょっとカイム選手のタイム注目したいと思います。見守ります。ぜひお願いします。どうもどうも。じゃあピエールさんお返しします。はい。森田さん、エイミーさん、
小林可夢偉選手が濡れ冷やしてるところ走って冷やしてますね。中島さん、あれはどういう意図があるんですか？タイヤを冷やそうとしてるんですけど、あそこまで冷やしていいもんですかねっていう、もう目がガチです。さあ、今まで持っている経験の引き出しをすべてフルに使って小林可夢偉選手がウェックドライバーのこの TGR チームの代表として、さあルーキーレーシングのドライバーたちのあのタイムに追いつけるのか小林可夢偉。これはちょっとドキドキしますね。さあ今コントロールラインを通過です。アタック始まります。いい感じじゃないですか。おお、イン側の縁石きれいに舐めていきました。2コーナーです。だいぶ佐々木選手の走りに近い感じのライン取りでしたね。さあそしてここもブレーキングから3コーナー飛び込み、4コーナーにうまくつなげられるか。おお、イン側もうちょっと芝が、そして4コーナーも縁石を完全に踏み外すぐらい踏んで、おお33秒579きた。33秒579は佐々木選手にコンマ3秒差。セクター1コンマ3秒差です。なぜか謎のウインカーが出ております。謎のウインカーを出しましたけれども、ちゃんと気づきました。さあ S 字の飛び込みからコーナリングが連続します。だいぶまとめてますね。ここは2回目になりますとやっぱりさすがですね。さあセクター2が35秒の639というタイムが出てきました。佐々木選手にコンマ3秒差に縮まってきます。だいぶですね、近づいてきましたね。ちょっと上空から雨が落ちてきているのかワイパーを動かしていますが、いやでも車の動きは限界のタイヤのスピードに聞こえますが、綺麗に安定してますね。使い切ってる感じしますよね。さあそしてまもなくセクター3の計測ポイント、90度コーナーの手前のブレーキングから34秒657を叩き出してきました。ちょっと行き過ぎた。ちょっと攻めすぎた。止まりきれなかったか、スピードを落としきれなかった小林可夢偉。ビクトリーコーナーもややアンダーステアリングを切ったまま立ち上がってくる。そしてメインストレート戻ってきまして、今コントロールラインを通過だ。タイムは2分13秒851。でも更新しましたね。小林可夢偉選手自ら持つタイムをね更新してきました。さあでも気持ちが出てましたね。出てましたね。90度はもう行くしかないっていう。ちょっと変な話ですけど、車がどういうカテゴリーであれやっぱり一流のドライバーが揃うと、ちゃんとレースは成り立ちますね。そうですね。そしてやっぱり全員負け嫌いっていう。さあこの負け嫌いの人たちがまたウェックにはわんさかみんなやってくるわけですから、そんな楽しいねレースというのもなかなかないと思います。さあ残念ながら小林可夢偉選手は石浦宏明選手のタイムにもわずかに及ばなかったということで、石浦選手も今ほっと胸をなで下ろしていらっしゃいます。今のお気持ちはどうですか？Yeah, but also we have the slicks on Gojin. オーバーランがなければ危なかった。オーバーランがなければ危なかった。石浦さん。90度コーナーのオーバーランがね響いてしまったようですが、結構途中までドキドキしてましたよね。ドキドキしましたよ。だってコンマ6だったからもしかしたら負けちゃうかも。石浦さんもシフトミスがあったっていう話がねありましたんで。いやでも今ちょうど実況席の後ろではルーキーレーシングの皆さんとウェックチームの皆さんがねお互いの健闘をたたえ合って握手を今交わしているという、ちょっと素敵な光景が今映りましたね。いやお互いに気持ちはやっぱ通じますよね。やっぱりね同じドライバーで同じ気持ちをやっぱり共有して、いや素晴らしい。何かこうやっぱりなんて言うんでしょうね、お互い同じ車をどう道具として
最高の究極のところまで持っていって自分の勇気とそれから技術の最高のものをこう競い合うっていう、いやー何かこう見てるとワクワクもしますし鳥肌も立ちますし、そしてやっぱりみんな笑顔なのがすごく印象的で、本当ですね、やっぱ運転するのが大好きな人たちの集まりだなっていうのを改めて認識しますね。はい、ここまでこの対決ご覧になって中島さんいかがでしたか？いや本当に見てる側としても楽しませてもらいましたし、今回本当にこのレースウィークのね夕方にこの企画を実現できたって本当にたくさんの方のご協力があってこそなので本当に感謝ですし、そして本当にこのウェックの前のタイミングでこれだけドライバーが集まって一緒にルーキーレーシングの皆さん、そして森戸さんと勝負できるっていう本当に楽しい企画でした。はい、楽しかったです。なんかこう本当にみんながワンチームで一つになったっていうようなね、そうですね、感じになった、はい、そんな雰囲気が出ましたよね。この雰囲気をねウェック富士でぜひ結果として皆さんにお見せしたいと思います。はい、ぜひ富士でいいレース期待しております。中島和樹さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではルーキーレーシングの片岡監督にお越しいただきました。これは2つの対決おめでとうございますということでいいですかね。ありがとうございます。よかったです。ルーキーレーシングとしてウェックチームに勝利を収めることができました。まずはタイムアタック対決、森蔵選手が出ていってのこの戦いということでした。片岡さんいかがでしたか？正直ですね、ウェックドライバーの方たちにはかなりハンデというかですね、たった1周で初めてのコースと車で、アタックしてもらったんですが、それでもやはり森蔵さんの凄さ光ったかなと。特にセクター1と呼ばれる区間ではウェックドライバーの方みんな2周目もアタックしてるんですけど、それでも全然追いついてなかったので、非常に多分ウェックドライバーの皆さんも森蔵選手の速さをこうちょっと感じたのかなというところですね。ですね。それは森蔵さんが直前まで最後までタイム更新して臨んだというのもねすごかったですね、本当に。そうですね。こちらの準備としてはもう完全に万端の準備でいってるので、そういう意味ではかなりのハンディだったと思いますが、本当に面白い結果が出たなと思ってます。でも本当にね、全員ねすごい楽しんでた感じがしましたよね。ピットの中見てても。職業レーサーという方たちはですね、どんなハンディを背負わされてもこう負けると悔しいんだなというですね。ですね。そしてその悔しさが存分に出ていたのが2つ目の、このバトル GRMN ヤリスでのバトルでしたけれども、この戦いは片岡さんにはどう映ってましたか？まず佐々木選手のですね、意地のアタックと、そしてウェックドライバーの方たちも、やはりでも少ない周回数で、結構ものにしてくるなとは思ったんですが、特に日本選手組ですね、コースは知っている、だから多分納得できずにですね、カムイ選手の泣きの1回が入りましたけど、さらにそれで132を使ってアタックするあたりがですね、こう何か疑ってるんじゃないかと。でも途中ねちょっとタイヤ使えたりねあったんで、それを確かめにと。そうですね。やっぱね背負ってるものは来週に向けてあるもので。だいぶあれですっきりしたんじゃないかなと思いますけれども。納得がいったかと思いますね。でもやっぱ本当佐々木選手早かったですね。いやすごいですね、集中力。走って帰ってきた後の汗が止まらなかったですもんね、ずっと。そうですか。すごい全集中で走ってきて、なんかもう興奮しすぎてコーナーの名前間違えてましたから多分相当集中してたんだと思います。あんな爽やかな笑顔でね降りてきたのにすごかったんでしょうね。じゃあなかなか世界選手権に出てるドライバーと勝負する機会ありませんから、佐々木選手としてはかなりアピールタイムだったんじゃないですかね。でも面白いのが、そのウェックのドライバーさん皆さんここがルーキーじゃないですか。ルーキーレーシングに挑むウェックルーキーメンバーってなんかすごい面白かったなと思って改めて。いや本当にね目の前で本当にこれは起きている夢のような世界が広がってましたね。本当に夢の対決ですよね。普段だったら絶対にありえないんですが、しかも結構ウェックのドライバーの方たちももう少し遊びの感じで来るかなと思ったんですが、表情を見てる限り真剣だったなと思います。なんとなくこの感じはですね、前回のラトバラさんを見てたら想像はできてました。そうですね。いやでも本当面白かったです。たくさんの負け嫌いが詰まった素敵な戦いをありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。さあということでそろそろあれですか、準備が整いましたかね。
表彰式の方に表彰式と我々名付けましょうか。ですね。じゃあちょっと表彰式の方に移動しましょうか。はい。はい、ちょっと準備が整ったようですので、さあ、もう皆さん集まってますね。スタンバイしてくださってますね。これはここでピエールさんも実況お疲れ様でした。ピエールさんもお疲れ様でした。いや、素敵な実況をたくさんありがとうございました。はい、なんかここまでみんな真剣になっちゃうんだっていうのがちょっとびっくりしましたね。僕もね、最初は若干遊びだと思ってたんですけども、全然違いましたね。ですね。でもこう終わってみればなんか部活みたいな感じになってるんですけど、これすごい、すごい光景これ。じゃあまず今日のリザルトだけね、先に私の方からご説明をさせていただこうかと思います。お願いします。さあ画面の方も使いまして、まずはね、ガチンコチーム対決でございますけれども、こちらは優勝を飾りましたのはルーキーレーシングということになりました。佐々木選手と石浦選手が4分24秒506、見事トップでございました。そして2位に7号車のロペス選手、小林選手、そして3位が8号車ということになりました。ハートレー選手、平川選手、この悔しさは富士の6時間耐久でぶつけていただきましょう。さあ次にタイムアタック対決、こちらのですね、結果もお伝えしておきましょう。はい、映像変わりますでしょうか。はい、水素カローラ、これを使いましてのね、タイムアタック対決ということだったんですが、初めての車というところ、それからですねコースの方も初めてというところはあったにせよ、優勝を飾りましたのは森蔵選手、2分17秒365、そして2番手には7号車のコンウェイ選手が2分20秒158、そしてブエミ選手が2分23秒300ということで、今日結果の方が出ましたけれども、でもですね本当にウェックのドライバーたちも水素のですねこの素晴らしさ、車のレーシングカーとしての素晴らしさ、いろいろなことを体験しながらのタイムアタックだったのではないかと思います。なんといっても森蔵選手の2分17秒365、まだまだタイムが上がる気配がたくさんありそうというところが、ちょっと明日明後日のスーパー耐久の予選で楽しみでございます。はい、ということで結果以上となりました。ありがとうございます。さあということで、改めて森蔵選手に来ていただきました。はい、こんにちは。優勝おめでとうございます。さっきから何度もイレギュラーで出ていただいてますけれども、ここからはちょっと MC 側の我々に加わっていただいて、ぜひぜひ、ちょっと表彰式わかりましたのようなものを行っていきたいなと思っております。参りましょう。まずはその森蔵選手のタイムと戦ったタイムアタック対決に出場したお二人をお呼びしようと思います。コンウェイ選手とブエミ選手お願いします。セバスチャンの前。はい、どうぞお願いします。お疲れ様でした。Congratulations. さあお二人、あれメダルですか。2位3位の銀メダル銅メダル。スペシャルなものを持ってきたよと。これはまさかの演出ですね。なんと森田さん、ウェックドライバーからメダルの贈呈があるという、光栄なことですよ。いやということで、まずこの3人がある意味戦ったということですけれども、実際に水素エンジンに乗られたお二人に、感想を聞いてみましょうか。この対決いかがでしたか。Yeah, no, it was great fun to drive the hydrogen car today. So thank you for you for organising this. It was very special. And if anybody's going to beat me, I prefer it to you. So. Yeah, it was an amazing experience. Really happy. I didn't know what to expect, so yeah, it's exceeded my expectations. So really happy and looking forward to drive again, to have a revenge. このお二人ね、今日成田に着いたばっかりなんですよね。そうなんですね。それで、ここのモテギも初めてならば、この車も初めてで、こういう企画があるってことも着くまで教えてないんですよね。そうだったんですね。Well, we had an idea, but we never driven a car like this before, so it was very nice. だからその中でね、こういう記録を、しかも
本当に汗かいて走ってましたからね、だからこれは嬉しいですよね。上見選手はまたなんかもう一回ちょっと挑戦してリベンジしたいなんてことをおっしゃってましたよね。そうですね。あとやっぱりね、この何をなんか予測できなかったフィーリングっていうのもあったんですけど、本当に運転してみれば楽しいフィーリングでしたし、あと何度も行きたいっていう気持ちは増してきましたし。What's really your impression of the hydrogen Corolla? Very good. I mean, the sounds, the drivability, the engine was all very nice. So it was a pleasant surprise, and I think people are really going to enjoy this type of car. So yeah, very nice. Sebastian, you drive hybrid and also BEV, and this time hydrogen. You have several solutions. Yes. What's your impression? I think to try to go carbon neutral with the noise is something very good. As a racing driver, I love to have the noise. I would be very sad if one day we lose the noise, but like that we don't. And the car felt powerful. I mean, it's the beginning of the development, but it's been amazing. So I'm really happy. Do you like hydrogen car? Yes, we do. いや、お二人とも本当にね、このカーボンニュートラルの取り組みで、やっぱ音があるっていうのはレーシングドライバーとしては本当に嬉しかったことですし、もう今後も楽しみとね、おっしゃってくださいました。はい、ね、これからもぜひね、このハイドロジェンのね、このプロジェクトを応援してもらいたいですよね、本当にね。そうですね。私が大変心苦しく思っているのがですね、勝った森蔵さんにインタビュアー、通訳すべて任せてしまったというところでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. I enjoyed it. Congratulations. 素晴らしい走りでした。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。はい、続いて、2つ目のバトルのチーム対決の方、チーム対決、表彰式と言っていいんでしょうか。まず3位のチームから呼びましょうか。8号車のお二人、はい、どうぞ皆さんお願いします。8号車のお二人お願いします。どうぞ。さあ、平川選手とパントレー選手に来ていただきました。さあ、まあこの企画というか対決自体の感想をお二人に伺えますか。お願いします。かなり悔しいです。やっぱりもっと走りたかったっていうのが本音で、やっぱり1周だけだとなかなかまとめきれなくて悔しかったっていう、結構いつものレースぐらいなんかすごい悔しいですね。本当に悔しそうだね。ですね。ひしひしと伝わってきます。What was your impression about to compete against those two teams? Very impressive time from the rookie racing guys. Honestly, I had such a good time. It's my first time here in Motegi, and the track was very fun. The car was fantastic. I actually own a Yaris GR in New Zealand. Not the NM. Yes. Wow. So I never drove it on a racetrack, but it feels so nice to drive. I had such a good time, but we're a bit too slow. So we now focus on Fuji. We forget this one, and we do a rematch in Fuji maybe. Rematch. だからご自身でも2台持ってるからね、だけど初めてサーキット運転するということで非常に面白かったというような感じですね。はい。ね、富士の方で頑張っていただきましょう。そうですね。はい、そうですね。来週に向けて、来週本番が控えてますということでございます。ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。8号車のお二人ありがとう。本当に拍手をお願いします。Thank you guys. Thank you. さあ、ということで続いては2位のチームいきましょうか。7号車のロペス選手、7号車のお二人どうぞお願いします。ありがとうございました。Thank you very much. はい、ということで、まず今回の2位という結果、かつちょっと亀井さんには追加の泣きの1回の感想を伺えればなと思います。はい、まず、最初に恐れ入りました。ルーキーレーシングドライバーの、2人に挑もうとした自分が大間違いでした。すいません。で、本当にこのタイムアタックっていうこと、今まであんまりこういうことしたことなかったんですけども、こうやってまずさせてもらって、そして外国人ドライバーも一緒にこうやってルーキーレーシングドライバーと一緒に走れたことによって、もちろんタイムアタックで負けないぞっていうところを見せつけるのはもちろんなんですけども、やっぱりそれ以上にこう車を通して一緒に楽しむそのファントドライブっていうところを今日は本当に改めて体感させていただいたんで、まずはこのチャンスをいただいて、そして見ていただいた皆さんに感謝したいなと思います。いや本当そうですね。What was your impression about participating in this race? It was very nice, very nice. I saved the tires for Kamui. I didn't push, so I really enjoyed it. It's always nice. We are competitive, and I had the chance to drive this car a little bit in Europe as well, and I love the Yaris.
this new aspect as well is it's very fast. It's incredible the speed you can carry on the corners. It feels really nice, honestly. So I enjoyed every minute. Yeah. 本当にね、ご自身やリスもね、何回か乗る機会ありましたけど、今日も本当に楽しくね乗らせていただいて、でもう乗り続けたいという思いはすごく強いんですけれども、本当この企画はとにかく今日は楽しかったと、はい、おっしゃってくださってます。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ね、はい、富士で頑張ってください。大きな拍手をお願いします。では、はい、最後ね、最後、優勝者呼びましたか。ルーキーレーシングの佐々木ドライバー、石村ドライバー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あら、やっぱりこう揃うと気持ちいいですね。いいですね。ね、今日勝ったお三方ですね。いや、あの辺ですごい悔しそうな顔が見えますけどね。さあ、まず、佐々木さん、とんでもないタイムでしたね。ありがとうございます。ちょっとですね、この後に、イベントがあって、社長に美味しいお肉を食べさせなきゃいけないので、もし負けたらビーフジャーキーって聞いてたので美味しい肉をですね社長に食べさせたくて必死で走りました、僕は。ということは彼らはビーフジャーキーになるってことですね。はい、彼らはビーフジャーキーだと思います。はいいやー、そして石浦さんも見事にしっかり佐々木さんからのバトンを継いで、そうですね、佐々木さんのタイムがあまりにも速すぎて誰と戦ってるのかよくわからなくなってくるっていうプレッシャーのかかるレースになったんですけど、ただこうやってみんなで真剣に戦えるこの競技自体も面白かったし、車も、僕も佐々木さんも大島選手とともに車の開発なんかも入ってますけど、なんかそういう車でみんなで遊ぶことができたっていうのも車の良さも改めて感じたし、みんなにも乗っていただけてすごい嬉しかったなと思います。はい、お二人からもぜひ一つ目のタイムアタックの対決についての感想も伺えればと思うんですけど、特に佐々木さんはね、いつも森蔵さんにドライバー運転を教えている立場として、森蔵さん勝ちました。本当に簡単に来て、勝てるような今社長レベルじゃないんですね。で、さっきカムイともちょっと話したんですけれども、彼は昨年ですね24時間で森蔵さんと一緒に組んでるんですけれども、かなりそこからのレベルアップが目に見てわかるって言ってたので、僕もロガを常に一緒に森蔵さんとやってるんですけれども、本当にですね変わらなくなってきました。で、今日のセッション本当にガチで社長に負けちゃったんで本当にこう石浦もその時乗ってなかったんですけれども、ちょっとヒヤヒヤですよね。僕ら本当に社長が速くなりすぎて。ヒヤヒヤどこじゃないですよ、もう。もうお尻にが例えば森蔵さんがニュータイヤで、僕らプロドライバーがユーズドタイヤだったら、もう勝てないんですよ。それぐらいのレベルにあるので、ちょっとおそらく皆さんが思われてるイメージとはもう違う領域まで行かれてるんで、ただウェックドライバーも1周目であれだけの速さを見せるっていうのはすごいことだなと。やっぱりコースも知らない中でああいう走りができるっていうのはやっぱさすが世界選手権のドライバーだなっていうふうにも思いました。いやー、本当に先ほどから夢のような時間というのは言ってますけれども、まずメンバーが本当にすごいですし、そしてハイレベルですし、何よりみんな超真剣ですし、そこプラス負けず嫌い負け嫌いで、で最後はみんな笑顔になる、笑顔で、そうなんですよね。皆さんからやっぱ楽しいという言葉が今回聞かれました。やっぱりガズレーシング、ガズレーシングもルーキーレーシングもね、家族的な雰囲気でありプロフェッショナル、今日まさにねその2つが出たんじゃないのかなと。それで普段だったら違うカテゴリーでね、違う車でやってる仲間たちが遊びとはいえね、こういう形で本当に真剣にね世界レベルの人たち、こういうプロフェッショナルドライバーがね本当に真剣にやってる姿はきっと見ておられる方々もね感じられたんじゃないのかなと思います。でどんどんね我々も笑顔になっているように、見てる方も笑顔になって、またサーキットで、これ見てみたいな、またこのカテゴリーを応援したいな、それで今度富士でウェイクメンバー来てレースもありますから、ぜひ応援よろしくお願いしたいと思いますし、ここにいるメンバー国内のいろんなカテゴリーも出ております、ですからそんな中でモータースポーツのね選手たちが本当に
ガチでファイターでスポーツやってるよ、汗出してるよ、それで最後は笑顔やってるよ、でも負け嫌いなんだよねというねいうところ、ぜひ応援いただきたいなというふうに思います。本当に見ていただいた方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。明日から皆さん本番ですから。はい、そうですね。明日からが本番です。明日からが本番です。明日からやっと水素カローラ乗れますから頑張ってください。プロは乗れないんですよ。なるほど。はい。さあ、皆さん本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、まさに最後社長からあったように、なんかいろんなモータースポーツのいろんな面が見られたこの2時間ぐらい。本当ですね。本当に楽しかったです。なんか僕も日頃からなんかそういう選手権をたくさん喋らせてもらってますけど、こういうレースもなんかこんな楽しいんだなっていうのを改めてなんかモータースポーツの原点を見させてもらったような気がして、嬉しかったですね。ですね。一つね、私、ずっと思ってたのが、この皆さんのウェイクドライバーさん含めですけど、ドライバーのこの笑顔っていうのがやっぱレースウィークに入ると切り替わるんですよ。そうですね。なのでぜひ本当ウェイクのレース多分皆さん違う表情してるんで、来週のぜひレースもね見守っていただければなと思います。全然違う表情して多分今日いろんな乗り込むので、に出る方々もちゃんと顔も皆さん覚えてくださったと思います。覚えてください。いろんな表情を見られたと思うんで、ではちょっとその内容をしっかりと告知させていただきますね。まずですね、今回我々がお邪魔していますこのスーパー耐久第5戦、ここモビリティリゾートもてぎで明日明後日と行われます。繰り返しますが、これが本番でございます。そして来週末ですね、9月9日から11日は今日出場したウェックチームのドライバーが出場するウェック第5戦、こちらは富士スピードウェイで開催されますので、ぜひ皆様足を運んでいただいて、今日の悔しさをぶつける皆さんの走りをまさに生で見ていただければなと思います。で、生で見られない方はね、S タイは YouTube の S タイ TV、そしてウェックについては J スポーツでご覧いただけますので、ぜひともこのモータースポーツ両方応援していただければなと思います。ウェックは3年ぶりに日本に帰ってくるので、そうなんですよね。もうね心躍ってます。世界トップレベルが富士スピードウェイで見られますということで、ぜひともご覧ください。そして放送部のですねレギュラー放送も来週水曜にお届けしますし、今週末のスーパー耐久の様子、そしてウェック富士の結果も受けた特集を9月14日の水曜日の、放送の中でゲストがなんと小林可夢偉さん、平川亮さんという豪華な2人、この2人がさらにこのウェックの第5戦を経て、どんな表情でいらっしゃるのかというのもお楽しみにしていただければなと思います。いや、今日本当にお二人楽しかったですね。いや、ありがとうございました。初めてねトヨタイムズに来させてもらって、こんなに面白い企画だとは本当にちょっと思いませんでした。最高でした。はい。ありがとうございます。いや、もうねメンバーもメンバーなんですけど、本当にこんな夢みたいな企画やるトヨタイムズすごいなと改めて思いました。はい。生放送ならではのハプニングがあったのも良かったんじゃないかなと思います。何でもありでした。はい、本当にお疲れ様でございました。今日もご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と伊沢エミと、はい、ピエール北川でございました。それでは来週水曜日にワン